はい、皆さんこんにちは、森蔵です。さあ、今日もツール・ド・フランス第3ステージ結果と第4ステージのステージ予想をしていきます。昨日の動画で紹介したメルリールが見事に優勝してくれましたが、ちょっと素直に喜べない展開になってしまいました。どんな選手か気になる方はぜひ昨日の動画をご覧ください。昨日は落車続きの展開となりました。序盤ゲラント・トーマスの落車でユンボのアシスト、ヘーシンクがリタイア、トーマスは肩の脱臼を治療して走り切りました。そしてログリッチがコロブレッディと接触し単独で落車。大慌てのユンボは集団にワウトを残す選択をしてビンゲゴを下げました。さらにフィニッシュまで4キロ付近、バーレーンのモホリッチが上げ切った速度でタイトコーナーに突入し、集団中段でオーバーラン、ジャック・ヘイグが巻き込まれリタイアとなってしまいました。バーレーンはジロに続き再びエースを失うことになってしまいました。最後はフィニッシュライン 100m 手前、ユアンの落車です。ちょっと欲張って速度を落とさなかった結果、逃げ場がなくなって走ったって感じですかね。メルリールとの速度差がありすぎた印象でした。鎖骨を骨折し、おそらくリタイアということになるでしょう。巻き込まれたサガンがすぐに立ち上がっていたのはさすが超絶ボディバランスっていう感じですね。転び方がうまいんでしょうか。ユアンの落車本当に残念なんですが、ただロットについては面白みも出てきたというか、絶対に勝てるスプリンターというのが少ない大会なので、スプリントステージで逃げができたとしてもコントロールに回るチームが少ないのかなと思っています。なので逃げ切るチャンスも増えてくるでしょう。でエントさんもこう言っていますし、回復を祈りつつロットには別の強さを期待しましょう。というところでステージのリザルトを見ていきましょう。1位メルリール、2位ジャスパー・フィリプセン、1位2位とアルペシンがワンツーフィニッシュしています。5位のコロブレッリ選手、サガンとユアンの落車を回避してこの順位になっていますが、調子は良さそうな感じがしたのでこの先期待したいなと思っています。その後きちんとアラ・フィリップ、マチューが入っています。総合のリザルトを見ていきます。1位に変わらずマチュー・ファンデルプール、アラ・フィリップとなっています。3位以降落車の影響で順位がだいぶ変わっていますね。カラパス選手3位ですが30秒遅れとなっています。それ以降の注目選手でいうと、昨年の総合優勝者ポガチャルが39秒遅れ、モビスターのマスが40秒、キンタナがこの位置にいるのは嬉しいですね。そして序盤に転倒したゲラント・トーマスが1分7秒遅れの18位、ログリッチさらに遅れて1分35秒遅れの20位となっております。1分35秒遅れはちょっと辛いですね。ただワウトが総合優勝を狙うのもきついかなという印象ですけれども、ユンボ今後どういう作戦になるんでしょうか。今日の第4ステージも集団スプリントになると思いますが、冒頭でお話しした通り逃げやロットが自由になるんですよね。そして昨日の落車で集団がナーバスになるであろうことを考えると、デヘントさんやファンムールの逃げに期待しちゃいますよね。デヘントさんもここぞって時にちゃんとリザルトを整理して紹介したいですね。今日の選手紹介ですが、スプリントとは関係なく総合系の若手の選手を紹介しておきたいと思います。グルパマ F デジノ、そしてフランスの新たな希望の星、2016年19歳でツール・ド・ラブニールを総合優勝したダビド・ゴデュ選手です。第3ステージも落車に巻き込まれず上位をキープしています。2017年からワールドツアーデビューし、ヤングライダーでは上位に入りつつワールドチームの中で揉まれながら、2019年ツール・ド・ロマンティ第3ステージ上り坂の集団スプリントでログリッチやマイケル・ウッズとガチガチの力比べでワールドツアー初勝利を収めました。その年ベルナルが優勝したツール・ド・フランスではヤングライダー賞2位、2020年はブエルタ11ステージ、1級山岳を4回超える山岳ステージで逃げに乗り、ソレルとの山頂スプリントで勝利。必死にもがく姿がすごく印象的でした。その勢いのまま17ステージ最後の長級山頂フィニッシュも後続に30秒差をつけて勝利しています。順調にキャリアを重ねて24歳になった今年、イツリアバスクカントリー、ログリッチ、マイケル・ウッズと50キロ近い3人旅の末見事勝利と、ログリッチが観客を煽りながら2位でフィニッシュするんですよね。自身の総合優勝も決めてステージを譲るというロードレースらしいシーンが見れました。クラシックでもフレッシュバロンヌで7位、リエージュバストーニで惜しくも3位と、これもポガチャル、アラ・フィリップに次いでのフィニッシュなのですごいリザルトだと思います。ポガチャルの能力がだいぶバグってるっていうこともあるんですけどね。
先日のドーフィネではヤングライダー1位、総合でも1分12秒遅れで9位と、これまで順調に成長してきた印象と、今年の調子の良さを見るとヤングライダー賞もと思うのですが、ツールでヤングライダーを取るということはポガチャルに勝つということなので、総合上位をどこまでキープできるか、今大会大注目の若手選手です。第3ステージのスプリントは優勝に絡めませんでしたが、調子の良さそうなサガンやコロブレッティ、そしてデマール、ユアンがリタイアしたことでスプリントでの優勝ポイントがばらけることを考えると、アラフィリップやマチューまで加わってポイント賞争いの楽しみも増えました。今日も楽しみですね。参考になった、ちょっと気になったという方はぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた明日。チャオチャオ。